皆さんこんばんは、サイラです。今回はブレイブリーデフォルト2の小ネタについてお話していこうと思います。このチャンネルは攻略裏技検証系を扱っています。チャンネル登録お願いします。1点お知らせがあります。今までは動画の中に字幕を載せていたんですが、今回 YouTube の方の機能を使って字幕をつけています。なので字幕を表示したい方は動画のところの字幕表示をオンにしていただくと見れるようになると思います。これは海外の方で日本のゲームをやりたいって方結構いらっしゃると思うので、そういう方たち向けに機械翻訳ではあるんですけど、英語の字幕もつけていこうと思っています。今回タイトルに英語表記があると思うんですが、こういうのも海外の方検索しやすくするようにって意味合いでつけていたりします。反響次第で続けるかどうかはまた検討していこうと思っています。前回の動画からだいぶ日が空いてしまったんですが、やっとブレイブリーデフォルトが発売されたので、これからいろいろ攻略していこうと思います。それでは一つ目ですが、放置稼ぎはできるけど微妙っていうお話です。よくあるこういう感じですね。くるくる回ってボタンを連打して、これをやって稼げるかっていうお話なんですが、一応稼げます。稼げるんですが、今見てもらうと分かる通り、レベル差が開くとこの敵が逃げていっちゃうんですね。でレベルも上がりやすく、敵もすぐ逃げていっちゃうっていうことで、30分1時間ぐらいしか稼げない。もうすぐ逃げて敵と戦えなくなってしまうっていう感じになるので、今のところ微妙かなっていう感じです。もしかしたらアビリティとかで敵が逃げないとか、マップによっては有効な場所あるかもしれないので、そういうのが出てきたらまた動画を作ろうと思います。次ですが、キャラクターの育成、ジョブの育成もそうなんですが、これは4人のキャラが揃ってからやった方がいいです。序盤も序盤始めたばっかりでいきなり経験値稼ぎとかすると思うんですが、4人のキャラが揃った後でやらないと、4人目が加入した時にレベル差が開いてっていうことが起きます。なので4人目が仲間になった瞬間からやっていただくっていう感じがいいと思います。最初は仮で仲間になるって感じなんですが、その時から育成していても全然問題ないです。私は3人の時に結構稼いで、4人目後で仲間になったのでレベル差結構開きました。今はだいぶ縮まってきてるんですけど、そういうことがあるので4人目が仲間になってからいろいろ強化していくっていうのをやった方がいいと思います。次ですが、ジョブの育成はすっぴんを最優先するっていうお話です。見てもらうと分かるんですが、レベル9とレベル12にジョブポイントアップっていうのがついています。これ両方装備するとジョブポイント 1.7 倍まで増えます。経験値とかに比べてジョブポイントって獲得量少ないんですけど、これが 1.7 倍になるってかなり大きいんですね。育成していく中で戦士キャラであっても回復とか補助系を覚えるために一時的に別のジョブに変えてってことは全然あると思うんですけど、そういう時にも稼ぎが 1.7 倍になりますし、メインの強くしていきたいジョブっていうところも早く強くできるっていうところで非常におすすめです。新しいジョブを獲得した場合もすぐに育成が終わるっていう感じになっていきますので、一番初め最優先ですっぴんをレベル12まで上げましょうっていう感じですね。でこれは序盤でも全然上げられまして、スローンがいる間に獲得っていうのも全然できます。私まだスローンいる状態で12まで上げてます。スローンいると攻撃もそうですし回復もそうですし、死んだ時の復活もしてくれるってすごい便利キャラなので、いる間に12まで上げちゃうと後が楽になるかなと思います。でこのレベル11の体当たり、これかなり強いんですね。 TP1 消費するんですけど1000何百とかそういうダメージ与えられるので、これもかなりおすすめです。こんな感じで今1134とかいったと思うんですが、結構大ダメージ与えられます。次ですが、序盤のアイテムは探すを使って収集しましょうっていうお話で、すっぴんの技で探すというのがあるんですが、これを使うと回復アイテムだったりテントなんかも手に入ったりします。スローンがいる間だったらスローンに倒してもらってもうひたすらこれを使いまくる、こんな感じですね。
ピンのレベルが上がるともらえるアイテムの質も良くなってくるので、4人とも全部探すにしてスローに倒してもらう、こんなのもいいと思います。設定で前回のコマンドを記憶するっていうのがあるので、それを使っておくと、一度こう探すをセットしていったら、あとは A ボタンを押しっぱなしにしておくとオート戦闘見たくなるので、そういう使い方をやっておくといいかなと思います。次ですが、すっぴんのレベル12まで上がった後、次に優先したいのが黒魔導士と白魔導士のレベル5まで、ここで覚えるアビリティが MP 回復がつくんですね。どっちも同じなんですけど 4%、 白魔導士が昼間の時にターン終了時に 4%、 黒魔導士は夜の時にターン終了時に 4%。 4% という数値は、序盤だったらだいたい10ぐらい MP10 ぐらい回復するっていう感じになります。ステータスが上がってくると MP も増えてくると思うので、もっと回復量増えていくと思うんですが、この回復量よりも少ない MP を消費する技を使う分にはずっと打ち続けられます。いろんな回復方法あると思うんですが、私なんかめんどくさいのでずっと戦闘できるっていう楽する方法を選んじゃうので、この2つのアビリティをセットしておくといろいろ楽になるかなと思います。例えば白魔導士のケアルですね、これの消費 MP が8になっているので、使って MP 回復をしてっていう感じで MP が一切減らずにずっと回復し続けるってことができます。1人キャラを常に味方にかけるっていうキャラを用意しておくと、戦闘も楽になるかなと思います。はい、以上になります。まだ始めたばっかりでこれからいろいろ出てくるとは思うんですが、今日から始める方向けにちょっとお得になる情報ということでご紹介しました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。